皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は横浜市本木というところにやってまいりました。本木というところは、横浜駅のあたりからねずっと南の方に行きまして、東京湾に面しているんですけれども、ちょっと工場地帯があったり、あとベイブリッジも見えて、コンテナなんかもねこう港のあたりは並んでいる、そんな風景が広がっている場所になるんですけれども、ちょっと内陸に入りますと住宅地だったりね、こんな風に緑豊かな公園があったりってね、とってもねのどかでいいところなんですね。今日はそんな本木に鎮座します本木神社という神社をご紹介したいと思います。今年は2026年馬年ということで、馬年にぜひともご紹介したいなと思っていた神社なんですよね。この本木神社がどんな風に馬にまつわる神社なのか、そのあたりもご紹介しながら、これからね本木神社参拝にお邪魔したいと思います。横浜市中区東部に位置する海沿いのエリア本木。本木ふ頭は横浜港の主力コンテナふ頭で、港の取扱個数の約半分を担う重要拠点です。かつては米軍施設も多い地域でしたが、再開発により現在は公園や住宅地として整備が進んでいます。この公園も新本木公園という住宅地の中の大きな公園で、本木神社はその公園の一番奥まった場所に鎮座しています。はい、大きな新芽鳥居が見えてきましたね。周りはね住宅街なんですが、ここだけねこう緑が豊かで、とてもね綺麗な、境内が広がっています。で本木神社本殿のご先祖に際してのね説明書きがねこちらには紹介されています。またね、詳しくご由緒などをご説明させていただきます。それでは失礼いたします。はい、石段を登ってまいりました。御社殿がね見えてきましたね。とってもね整然としていて綺麗な境内ですね。はい、こちらにね稲荷神社でしょうかね。はい、境内社もありまして、はい、こちらが手水社です。かっこいい竜がいますね。本木神社由緒書きによると、建久2年、鎌倉幕府を開設した源頼朝が、鎌倉から鬼門の方角である北東にあたる本木の地の鎮護のために、平安時代から存する神殿に朱塗りの厨子を奉納したことが始まりであるとしています。また江戸時代に本木神社の別当地であった多聞院の由緒書きによれば、弘長3年元旦に本木の海岸に漂着した大昼目の命の像を祀ったことが始まりであるとされ、神仏集合の時代には五宝の12点を神前に祀っており、これが江戸時代末期までの社名12点社の言われとなっています。明治期の神仏分離の際に本木一帯の総鎮守として孫社となりました。本木12点社を含む本木地区はアメリカ軍の住宅地区として接収され、本木12点社はご先祖を余儀なくされます。その後、氏子の方々による寄付などにより復興が進み、平成5年に現在地において御社殿が完成。新たな歴史を刻み始めたのです。ご祭神は大昼目の命。これは
天照大神様のご衣装です。藍殿の神として竹早須佐能の命、木の花咲夜姫の命、大山杭の命、他に多くの摂末者が祀られ、歴史と信仰の深さを伺い知ることができます。ではなぜここが馬年に一押しの神社なのでしょうか。本木はもともと東京湾に突き出た岬上の土地で漁村としても栄え、明治以降は風光明媚な行楽地としても知られました。外国人たちは本木から根岸にかけての海岸をミシシッピーベイと呼び、その風光を楽しんだと言われています。この本木という地名が歴史的に馬との関わりがあることを示しています。この本木は中心の村、本村を意味する本と牧草地、牧場を表す牧が合わさったことがその地名の由来とされています。牧場という意味が示す通り、かつてこの地は海に面した馬の放牧地でした。近くには根岸森林公園があり、根岸競馬場がありました。ここは1866年から1942年まで76年間、競馬が行われた場所です。居留外国人の娯楽として始まった根岸競馬場は、やがて日本人も加わった社交場としてにぎわい、その後各地に設置された競馬場のモデルとなったそうです。この地域は古くから馬と関わりの深い場所だったわけですね。またこの本木神社に長く伝わる神事があります。それがお馬流し。茅を編み込んで作ったお馬と呼ばれる馬頭気体の人形に薬剤を乗せて海に流すというもの。永禄9年から460年も続く歴史ある神事で、神奈川県無形民族文化財および神奈川県民族芸能50選に指定されています。お馬は旧本木六花村にちなみ計6体が縫製され、神社に奉納された後、本木漁港から祭礼船に乗せられ、このお馬様にあらゆる薬剤を託して本木の沖合数キロの海上に流し去ります。今年も461回目のお馬流しが7月31日から8月2日の日程で行われます。祭礼船が出港し、お馬を流すクライマックスのお馬流しは8月2日。港では大勢の方が見学し、大いににぎわいます。本木の人々にとって心躍り、厄災を払う大切な伝統行事であり、お馬流しが行われてこそ本当の夏を感じられる、そんなお祭りなのです。国際港として発展し、近代的な港町である横浜の一角で、このような伝統的なお祭りが現代にも継承されていることに驚きます。これからも永遠に受け継がれることを願います。この本木神社は馬にまつわる大変珍しい神事があり、馬ととてもゆかりの深い場所であることから、馬年の今年特に注目され、参拝に訪れる方も多いのです。そんな本木神社には他にもおすすめのスポットがいろいろあるんですよ。順にご紹介していきます。はい、こちら本木神社にお参りにいらっしゃった方が必ず参拝される境内社があるんですね。パワースポットと言ってもいいかもしれないです。それがね、こちらになります。はい、大きな石碑はありますね。1号のちぎりのお馬流しかなとね書いてありまして、その石碑の向こうに鎮座しております。こちらなんかね、すごいうねうねと迫力のあるご神木、これねえのきという木なんだそうです。すごいですね。でここに祀られているのが、はい熊野早玉社ですね。熊野の早玉大社から誕生されたという境内社なんですけれども、御社殿はね小さな祠ですが、このご神木がすごいですね。しめ縄もかけられています。で実はこの熊野早玉社の
横にあるご神木えのき、ここはねちょっと特別なご祈願の方法があるようなんですね。見てみましょう。木にね矢印こう回りだと縁結び回り、こう回りだと縁切り回りと書いてあります。えのきということで、縁の木、そういった言葉にちなんで、縁を結ぶ、縁を切るというお願いができるご神木なんですね。では私は、やはりこれからも良いいろいろなご縁に恵まれたいなと思っておりますので、右回りですかね、ご祈願したいと思います。まずは熊野の大神様に参拝をさせていただきます。ではいよいよえのきの木の周りを回ります。枝やしめ縄などにぶつからないように、また足元も根っこでデコボコしていますので気をつけながら願いを込めて3周回ります。最後はご神木のご神器を木の幹から授かります。ご神木に触れる際は傷つけないように十分気をつけてくださいね。しかもですね、この熊野早玉社と書かれているこの石碑、見てください。奉納されたのはゆずの北川雄仁さんですね。お名前が刻まれています。ゆずの絵もね描かれていますね。わあ、ここにお参りにいらっしゃって奉納されたんですね。すごい。ゆずのお二人は横浜出身。以前ゆずの聖地としてファンの間ではよく知られている磯子区岡村の岡村天満宮もご紹介しましたが、この本木神社もそんなゆずの聖地の一つ。境内社の熊野神社だけではなく、稲荷神社も御社殿と石碑を北川雄仁さんが奉納されました。ゆずのお二人の成功はこの地元への愛、そして熱い信仰心あってこそなのかもしれませんね。さあ、そして御社殿の横にはですね、こんなものがあります。これは国際信号機という旗。国際信号機とは世界中の船舶が意思疎通をするためにアルファベットや数字の旗を用いる国際共通の通信手段で、1枚または複数枚の組み合わせでさまざまな意味を表します。ここには2種類の旗が上がっていますね。これは U と W の2枚を組み合わせて安全な航行を祈る I wish you a pleasant voyage という意味があるのです。私も神社の方にお聞きして初めて知りました。そういえば港の見える丘公園にもこの旗あったようなということで確かめに行ったところありました。これもずっと前から何の旗なのかなと思ってたんですが、確かに神社と同じ2種類の旗が掲げられています。そうか、そうだったのか。そして近づいてみるとジブリの映画国立小坂からのことが書かれた看板もありました。この映画では U と W の2つの旗が重要な意味を持っています。この旗に込められた安全な航海を願う思い。海に面した場所でその歴史をスタートさせ、海の安全を守るお社でもあった本木神社にこの旗が上がっている。なんだかとても感動してしまいました。この旗に込められた願いがどうか世界中に届きますように。最後に授与所に立ち寄らせていただきました。絵馬にはお馬流しで流されるお馬が描かれています。こちらはお馬守り。朝日の中を人々の薬剤を乗せて流れていくお馬が神々しいですね。なんとあの国際信号機がデザインされた御朱印帳も爽やかでとても素敵なデザインです。ご神木が祀られている熊野早玉社にちなんでヤタガラスのおみくじも。このガラスは持ち帰り縁結び悪縁立ちのお守りとして飾っておくのがおすすめです。
そして御朱印はこちら。季節の御朱印とともにこのお祭りの時期だけ頒布されるお馬流しの特別御朱印も。私はこの季節限定アジサイの御朱印を授かりました。透き通る紙にアジサイが描かれ、下の文字が透けて見えるとても涼やかな御朱印です。このアジサイの御朱印はおそらくアジサイの季節が終わると終了すると思いますが、またその後は季節に合わせた素敵な御朱印が頒布されると思いますので、神社のホームページや SNS をぜひチェックしてくださいね。はい、本木神社いかがでしたでしょうか。やはり馬にまつわる神社ということで、馬年の今年はぜひとも参拝したい神社ですよね。もう本当にね、この本木あたり、港から吹いてくる風がとっても心地よくって気持ちよく参拝させていただくことができました。でね、毎年夏に開催されるお馬流しの神事、今年は8月の初めにね、行われるようですね。馬年ですので、やはりこのお馬にまつわるご神事ね、もしこの横浜の方面ね、本木のあたりにいらっしゃることができるようでしたら、そういったご神事もね、ぜひ見学なさってみてください。ということでね、今日は本木神社ご紹介いたしました。馬年の今年ね、まだまだもし馬にまつわるようなそういった神社がありましたら、お出かけしてみたいなと思います。境内の奥にはずっと上の方に上がっていける階段が整備されています。上の方にね、公園がありまして、皆さんね、こう散策も楽しめる、そんな場所になっています。ちょっとね、上の方にも上がっていきたいと思います。結構なね、階段なんで、着物ではなかなか厳しいんですが、こういったことも慣れておりますので、ずんずん登っていきます。嬉しい嬉しい。アジサイが楽しめる。結構隠れたアジサイの名所なんじゃないでしょうか、ここ。素敵。アジサイを楽しみながらしばらく登っていくと、空が開けました。すごい眺めいいですね。港が見えます。気持ちいい、ここ。すごい気持ちいい。風が海の方から吹いてきて気持ちいい。しかもね、人も少なくてね、なんかね、静かにこう休める、そんな公園ですね。本木山頂公園。ここはもともと米軍の住宅施設だった場所を横浜市が整備した総合公園なんです。園内には芝生や遊具の広場、ドッグラン、バーベキューエリアなどがあってとても充実しています。こんな公園があるなんて知らなかった。そして公園の最も眺めの良い場所にあるのがこちら、見晴らしカフェ。こちらで少し一休みさせていただくことにしました。テラス席もありますが、この日は少し蒸し暑かったので店内へ。入ってすぐのところには何やら資料コーナーのようなスペース。本木山頂公園自然と歴史の資料室となっています。時代とともに移り変わる本木の地形や街並み、
これは150年前の横浜開港当時の様子。こんなにたくさんの船が横浜の港に押し寄せていたんでしょうか。本木の歴史には震災や戦災の歴史もしっかり刻まれています。そんな資料室も楽しみつつカフェスペースへ。季節に合わせた軽食やドリンクがとても充実しています。冷やし汁粉にも惹かれましたが、ちょうどお昼時だったので包み焼きピザと冷たい抹茶ラテをいただくことにしました。それではいただきます。2種類の包み焼きピザがありましたが、こちらはバジルチキン。熱々のふっかふか。チーズもとろーりでとても美味しい。お散歩のついでにちょっと立ち寄っていただくのにちょうど良い感じのフード。店内はエアコンも効いているので、これからの暑い季節も涼しく快適に過ごせます。抹茶ラテもたっぷりこの量。歩いて登ってきたのでこの冷たさを欲してました。ミルキーで甘さも程よく飲みやすい抹茶ラテ。ごくごく飲めちゃうので美味しくクールダウンできました。一面ガラス窓なので店内からも外の景色を存分に楽しめます。山頂ならではのこの空の景色、最高でした。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。